注意看，中国小伙在日本擂台立下赫赫之功，只用2拳就把日本拳王打死在擂台上。台下的日本观众看到这一幕，吓得胡乱窜，现场医护人员火速上台抢救，就算被抢救回来，他也就只剩半条命了。映入眼帘的黄毛就是被打死的日本拳王，他叫出生质子，此人非常的狂妄，不讲武德。原本这是一场十分和善且友好的发布会，结果却成为了这家伙搞事情的舞台。数十名工作人员都拉不住发了疯的出生质子，被强制拉开之后的出生质子越想越气，竟然再次上前与中国代表方发生了肢体冲突，并当众扬言要把即将登场的赵志刚彻底打趴下。赵志刚的比赛赢过输过，就是没怂过。为了不让出生质子死得太透彻，于是赵志刚便在赛前为出生质子叫好了3辆救护车，此时此刻就停在体育馆门口。这出生就这么被打死了，岂不是太便宜他了？话就不多说了，来让我们欣赏一下赵志刚的精彩表现。蓝色拳套是中国勇士赵志刚，红色拳套是欠收式的日本拳王出生质子。在此之前，赵志刚已经不止一次在日本擂台立下战功，3番5次在日本擂台直捣黄龙，打得众多日本拳王痛不欲生，怀疑人生。或许赵志刚才是真正的抗日奇侠。寺島が現在23歳、そして山本の方は24歳。こちらもかなり年齢の近い者同士です。寺島さん、これもワンパンなのか？山本，看到没有？比赛才刚开始30秒，赵志刚就把出生质子击倒了一次。这一次读秒才只是一个简单的开始，接下来才是赵志刚真正的表演时间。他如同猛虎下山一般勇猛，所打出的拳头每一拳都是拳拳到肉。面对出生质子的奋力反击，他果断用拳頭打他脑袋。今度は飛び蹴りと、そこ少し崩れたところに蹴りがいってしまいました。おそらく効いてると思うんですけどね。はい。でもとても逆転する力、底力を寺島選手が感じますね。はい。さあまたしても打ち上げた。少し崩れた山本。左でなぎ倒しました。これはダウンだ。在绝对的实力面前，出生质子就像是刚出生的孩童一样不堪一击。小黄毛便是出生质子幼稚的象征。别看他实力不怎样，这家伙的嚣张气焰是真的大。赛前对中国代表方大打出手，还公然羞辱赵志刚。如今在赵志刚铁拳的狂轰滥炸之下，小日子的嚣张气焰瞬间熄灭。両者ともに気持ちの強い最初左だ捉えた。ぐらついた山本。お互い今ぐらつきましたね。はい。さあまだ効いているか。効いてますね。はい。ジャブ一つぐらいでも倒れるぐらい効いてますよ。左で迎え撃った。この辺りは山本も少し冷静です。今のはダウンではありません。聞いてても冷静っていうところに山本選手の実力の深さ感じますね。はい。普通だったらこの2戦目でね、このぐらいの劇的な場面が続くと、出生质子明知道他不过赵志刚，但他还偏偏要在赛前发布会持续狗叫，并且还差点咬伤赵志刚和他的队友。对于出生质子来说，唯一能保命的招式便是搂抱，不然他的脑袋就会遭到赵志刚不同程度的击打。左のハイキック、寺島。人間というのは気持ちさえ折れなければ倒れないんですけど、でもそういう意識が飛んじゃうともちろん倒れるんですけど、でもそのギリギリのところにいるのが今の山本選手の気合だと思います。寺島はサウスポーから左のハイキック、今度はミドルキックです。山本も切り返していく。右のストレート踏み込んで当てていきました。しかし寺島も前に出る。下三滥的招式终于让出生质子实施了出来。这一次踢裆是在赵志刚意料之内，但没想到的是违规踢裆来得这么快。接下来有请收看出生质子犯罪回放。他这一脚又准又狠又稳，没有任何犹豫，对准趙志剛的裆部就往上踹。很明显这家伙是故意的。冷静の中に熱さを持っている、まさにクラッシュな試合ですね。いやそうですね。少し軽めのローキックは山本。ここは寺島も一度、呼吸を整えて、ただじりじりと前には出ています。残り10秒の強振にはなりました。左のハイキック、寺島。最後前に出て左のパンチ、そしてインロを打っていったところで第二回合开始了。别看出生质子的眼神只在盯着赵志刚上盘看，其实这家伙的时时刻刻都想攻击赵志刚裆部。出生质子这家伙真的是坏透了，赛前搞事情羞辱赵志刚，辱骂中国代表方，在比赛当中也频繁搞小动作。这种人是怎么登上擂台打比赛的？丝毫没有任何武德可言，说他是小人都是在夸等于他。彼の実力ポテンシャルが爆発できると思う。こうあまり積極的に、気持ちだけ空回りしてはいけないと。そうですね。やっぱりその気を、そういう隙のあるところを山本選手はつくのが非常にうまい選手ですから。さっき試合前の山本選手のミット打ちをちょっと見てたんですけど、ここも打ち合いだ。赵志刚面对眼前这只小出生，
他内心非常想立刻马上痛揍他一顿，奈何这家伙还算有点小实力，频繁的出拳出腿让赵志刚无从下手，只能按耐住快忍不住的脾气来与出生质子展开对抗。これがまだプロ2戦目ですよ。そうですね。はい。本当にまさにプロのミットでしたね。で、今このねリング上でもプロの戦いが2人によって繰り広げられてますね。はい。お互いにキャリアというのはまだまだこれからという選手。寺島がプロ2戦2勝、そして山本の方は1戦1勝です。またスイッチしてから左。赵志刚的眼神如鹰，时时刻刻都在捕捉着出生质子的每一个破绽，所有的努力都没有白白浪费。但这一次击倒并没有遭到裁判的读秒，而是示意出生质子快速起身投入到战斗之中。赵志刚深吸一口气，调整步伐，每一次主動出击都帶着風雷之勢。あと気の強さの塊ですけどね。いや本当そうですね。まさにもうナチュラルボーンファイターというか、はい、そういう印象です。寺島は空手のバックボーンがあります。3歳から15歳までは空手、そして一度クラブ活動でサッカー部に入りましたが、その後18歳からキックボクシングを始めたという経歴です。蹴り分けうまいですね。そうですね。キック、カーフキック、前蹴り三日月、バリエーションがすごい引き出しがありますよね。そうですね、はい。もうバチンとする。赵志刚足足试探了出生质子2个回合，终于在回合尾声寻找到了出生质子的弱点。拿到比赛节奏的赵志刚没有任何犹豫，当即就对出生质子发起了猛烈攻击，持续的拳脚进攻打得出生质子有点难以招架。碍于台下的观众大多数都是日本观众，出生质子不得不顶着巨大压力来与赵志刚展開對抗。ですね。そうですね。でもこの2人に限っては、スタミナ3分37で切れるようなスタミナじゃないって僕は思いますよ。もう非常に鍛えられている。はい。寺島選手はお兄さんのこと見てますし、はい。山本選手はねもうチームペガサスですからね。あと顔面に2発。山本ここに気の強さが見える寺島。残り10秒。お互いにリングのセンターを取り合う。今度は前に出た寺島、そこに左を合わせていく山本。ここで第3回合开始了。对于出生质子来说，这场比赛非常重要。宁愿被赵志刚打死在擂台上，他也不愿在日本观众面前丢人现眼。出生质子咬紧牙关，拼尽全力向赵志刚发起反击，但赵志刚的攻势愈发凌厉，精准打击着出生质子的弱点。一次重击命中不明显，2次重击命中不明显。真要是被赵志刚的重击命中的次数多了，那么出生质子的脑袋将会出现生命安全。少し注意が与えられました両者。左のミドル。蹴り技はダサい。そこに右のミドルを蹴り返していった山本です。ただちょっとやはり寺島が前に出ましたね。パンチと蹴りのつなぎ方、やっぱりバリエーションがあるから素晴らしいですね、寺島選手は。ちょっとカウンター気味もらってしまいましたが、それでも前に出る。この気持ちの強さです。この気持ちの強さ素晴らしいですね。出生质子深知形势严峻，自己已经陷入劣势。他试图通过灵活闪避寻找反击机会，但赵志刚的攻势如潮水般连绵不绝，每一次攻击都特别的精准有力。同时，赵志刚也在逐渐瓦解出生质子的防线，使其陷入被动防守的困境。此时此刻，搂抱成为了出生质子活下去的唯一手段。捉えたか、いや捉えていないか。今のバランスがずれてる。はい。さあ少し。そして寺島にレベルから注意が与えられました。また前の足での静止合い、ローキック打っていたのは山本。残り時間は半分を切っています。第3ラウンド最終ラウンドです。ランを奪っているのは山本。前に出て右、そして左ハイキック。寺島の方にも顔面にダメージは見られますが、まだまだ出生质子的进攻根本没有任何威慑力，就算赵志刚站在原地不动让出生质子打，那也难以造成实质伤害。赵志刚冷静应对，步步紧逼，出生质子的体力逐渐耗尽，防线愈发脆弱。一旁的裁判也在添油加醋，但这些警告丝毫不影响赵志刚暴揍出生质子。さあ山本、さあちょっとお互いに手を止めて相手の機会を伺っている。左。さあまた前の手で制しながら山本が前進。まだもみ合いになりました。さっきの試合もですけど、まだ30秒ありますからね。2人とも一発持ってますから、まだまだどちらのチャンスはある。決着つけるチャンスはまだまだありますね。寺島の残り時間はあとわずか。残り15秒切りました。さあ寺島が前に出る。さあ苦しい時間帯。ここから一気に前に出た。在一波混战当中，
赵志刚的重拳打中了出生质子的脑瓜子，接着不堪重负的出生质子就倒了下去，直直的躺在了擂台上面。赵志刚在赛前为其准备的3辆救护车，在此刻也派上了用场。いや最後もう覚悟を決めて寺島が一気に前に出ましたが、最後左ですか。最终赵志刚获得了比赛胜利。面对嚣张跋扈、目中无人、不讲武德的日本拳王，就该这样打。如果满分是100分的话，你会给赵志刚打几分？